ちなみにね、今日はニット帽じゃないんです。へへ。お泊まり会。Hey, what's up, everybody? アミのお泊まり会へようこそ。お泊まり会は LGBTQ のお友達を招いてゴロゴロしながら語り合うゆるい番組です。早速今日のゲストを呼びたいと思います。ローレン Come on in! こんばんは。じゃあ、ジェンダー、セクシュアリティ、あと好きな食べ物をどうぞ。ジェンダーは女性です。シスジェンダー女性。で、セクシュアリティはバイセクシュアル、もしくはクイア。好きな食べ物はワイン。ワイン？それは食べ物じゃないよ。食べ物。クイアってどういう意味？英語の言葉でもともとちょっとひどい言葉。英語だと変とかストレンジみたいな意味だよね。もともとは。20年前とかからもういい言葉としてゲイの人たちが使ってるような。ポジティブに？そう。Queer Liberation。Queer Liberation。クイアっていうのは要するにストレートの人以外の人たちのことをクイアっていうから、自分も言ったらクイアでいいんだよね。そうね。バイセクシュアルって言うと、二択、もう男がいて女がいて、どっちもいけるみたいな。でも本当はジェンダーとかセクシュアリティがもっとこう幅広くもっとグレーじゃないですか、白黒じゃなくて、だからクイア言った方がなんか自分らしいなと思って、その普通じゃないという意味も入ってるからそれもすごく好き。じゃあ早速今日のメインテーマいってみよう。今日のテーマは職場パート2。ジュニアの会の時も職場について話したんだけど、女性だと体験とかも多分違うから、ちょっと今日はそれについて話していきたいと思います。ちなみにローレンはもうバリバリのビジネスウーマンだよね。 Yes。 ちなみに何の仕事してますか？今は自分の会社があって副社長になりました。言ってない？聞いてない一応副社長。アメリカから10年前日本に来て大学卒業して、でそれからずっと音楽業界で働いてます。で最初はイベント会社みたいなところにいて、でそれからすごい大手レコード会社に入って、今年は自分のチケット会社作りました。音楽業界って男の人が多いイメージじゃない？ Yes。 どういう感じだった？音楽業界はちょっと変な人が多くないクリエイティブとかアーティストがたくさんいて、男が多いけど面白い人が多くて、それがすごく好き。職場ではオープンだった？自分のセクシャリティとか、ほとんどはオープンじゃなかった。ああ、そうなんだ。そう、今は自分の会社だから、もちろんオープン。自分がボスだね。そう。前は多分 30% オープン、70% 隠してる。やっぱりどういうふうに思われることがちょっと怖くて。でもだんだんなんかキャリアが進めると、隠してる自分がだんだん嫌いになっちゃって、でもっとちゃんと一緒に仕事してる人たちにその大事な情報を共有しなきゃいけないし、これからもしかして他のクイアの人たちが入ってくるから、その時にいるよっていう責任があるんじゃないかなと思ってきて、でだんだん言えるようになりました。自分はもう会社に入ってからもうすぐ言うタイプ。うちの会社でももう入った瞬間から、てか面接の時から自分はレズビアンですって言ってたかも。それはすごい。周りの環境に恵まれてるからやっぱカミングアウトすごいしやすいかもしれない。ほとんどの日本の大きい会社は、LGBTQ のスタッフに関してのルールとかないじゃないですか。エデュケーションがないってこと？そう、エデュケーションとか研修とかトレーニングとか会社のポリシー。一番最初に働いた会社、日本で、ゲイの人がいて、クライアントさんで、その人のことをなんかコソコソって言ってるのがすごい嫌だった。この会社は LGBTQ の社員はすごい大事にしてます。で絶対バカにしちゃいけないし、絶対差別ダメですよ。で差別っぽい言葉もダメ、っていうことを会社に入った瞬間言われたら、もう安心するじゃん、間違いない、ね、そういう会社作りたいなと思って、募集中のジョブポスティングで、LGBTQ のアプリケントはもうぜひぜひようこそみたいな、でワーキングウィメンをとてもサポートしている会社ですっていう、はっきり書いてある。そういう会社がどんどん増えていってほしいよね。そうね。そうでローレンさ、本当にさ、いつもさ、なんかメッセージしてもさ、忙しい死にそうみたいなさ、ずっと言ってるからさどこでさ、そのデートしたりさ、人と出会ったりする時間があるの？っていうかどうやって出会ってるの？ハーというアプあるじゃないアプリ？デーティングアプリ？アミたまに出るからね、アプリでやばWe can't say that? これ日本でもハーって使えるんだよね。
日本で歯使える。あとどんなアプリがある？あと日本人使ってるスピンドルとかもあるじゃん。スピンドルっていう女性のデーティングアプリ。でも私は歯が大好き。歯が大好き。前はアプリなかったからアプリがあって楽。Tinder とかはちなみに。私ストレートの子と付き合わないから。あれはもうあんまりあれ網と違ってなんだ。泣いた。もう今日のエピソード終わり。でもさ選べるじゃん。こう興味あるの男女みたいな。そうでも Tinder で出てくる女性がもうストレートが多いそうなんだか3P 探してるカップルみたいなクイアな女性があまりいない気がする。なるほどねでもいるけどね。あと観光客が多い。もしいろんなアプリ知ってる人いたらコメントしてね。レッドもさめっちゃさ使ってんじゃん。よく隣の席でさなんかポロンみたいなやってんじゃん。ちょっと教えてよデーティングアプリについて。何を語ればいいのか。どういう質問する？ Hey, what's up? You cute? ピザ好き？あ、that's good。ピザ行くでピザ行くっていう。ローレはどうやって誘うの？私ファーストデートコーヒーが多くて、おうやっぱりこう会うともっと話したいか、ちょっと違うってすぐ分かるじゃない？だからなんかもう食事とか飲みに行くとかそれがもうちょっと too much。俺も飲みに行くのはなんか嫌だ。やだ。ピザそう1時間だけ話してバイバイ。じゃあエキスパートじゃん。バレる。うちはねインスタでねよく出会うかも。同じ。でも俺自分から行かないよ。基本俺のルールとして俺絶対自分から DM したくないなっていうなんか変なポリシーが。でもさちょっと待ってうちらの出会いさインスタかなんかじゃない、クイアな女性で、音楽業界で働いてるっていうのを知ってうわかっけーって思って会ってみたいってすごい思ったの。本当だ。そうなんか覚えてる。そうね、インスタグラムで音楽業界の話しましたね。そう。よかった。いやインスタでありがとう連絡してくれて。今日もねよく喋ったから眠くなってきたね。もう夜も更けてきたし、じゃあおやすみなさい。おやすみなさい。おやすみ。こういう感じ。俺はドラキュラみたいに寝るときあるから。じゃあもうはい。でもさ LGBT の人たちだとさ出会うのめっちゃ大変じゃない？だってさ普通にさ遊んでる場でさ相手がさ私レズビアンですみたいな感じで言ってきたらうちさレアポケモンに出会ったみたいな気分だよね。I know。